こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回はニューヨークタイムズの今年行くべき場所3位に選ばれた西の京とも言われる山口市湯田温泉旅を徹底紹介いたします。実際に旅してみて、なんで今まで知らなかったのかと思える場所で、大人の穴場旅行を存分に堪能してまいりました。温泉、グルメ、歴史、街並みが全部同時に楽しめます。ニューヨークタイムズから選ばれる理由が分かりました。これは必見ですよ。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。山口市は山口県のほぼ中央に位置し、市全体が変化に富んだ豊かな自然環境に恵まれている文化都市です。人口は約19万人。また山口市は交通網が東西南北に走っているため、県内の主要な都市に1時間以内で移動することができるとともに、高速自動車道や山陽新幹線、山口宇部空港といった高速交通網との接続の便もよく、広域交流の拠点としてとても優れています。山口県は古くから中央と九州を結ぶ交通の要であり、大陸の玄関口でもあったため、歴史転換の重要な舞台となってきました。応仁の乱を逃れてきた文化人を招き、京都の文化が広まり、日民貿易を行うなど、西の京と呼ばれるほど栄えました。幕末期の1864年、萩市から山口市に藩庁が移され、明治維新の中心的役割を果たしたり、山口市は現在も県都として中心的役割を果たしながら、先人たちから受け継いだ歴史や文化を残しています。室町時代に白狐が見つけたと言われる泉温72度、1日2000トンの湯量を誇る湯田温泉もあり、維新の志士をはじめとする多くの人たちを癒してきました。清らかな水、澄んだ空気、豊かな緑に恵まれ、四季折々の美しい風景に出会うことができる自然豊かな土地、穏やかな瀬戸内海、癒しの森。山口市には歴史遺産や自然が数多く残り、観光都市としての発展もこれから期待されます。そんな大人の穴場旅行先を一緒に見ていきましょう。はい、おはようございます。こんにちは、モーリー。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということでですね、今私は新神戸の駅におります。今回ですね、急遽山口市ですね、ニューヨークタイムズで今行くべき旅行先みたいな感じでね、3位に選ばれた山口市に行きたいと思っておりまして、今日月曜日なんですけども、定休日が多すぎることが分かりまして、今日はね、山口市行く前に一旦小倉まで行きたいと思います。小倉の飲み歩きを今日1泊2日として、明日山口市行きたいと思ってます。というわけで今日はね、小倉まで行きたいと思います。それでは行ってきます。本当は桜に乗っていく予定だったんですけど、電車乗り遅れまして、新幹線はすぐ時間変えれるからいいですよね。のぞみ5号11号車ってなってるから、なんか僕5号車やと思って5号車乗ったら11号車やんけ。ややこしいな。めっちゃ歩いていかなあかんやんけ。しかもグリーン車のところです。山口市の旅の前にいた小倉グルメ旅は別動画で公開いたします。1泊2日で大満足の内容でした。やばいやばい、鹿児島行き方面に乗ってしまった。やべやべ、間に合わない。なんでこんなことになるんですか。あ、間に合った。さあ来ましたね、桜。いよいよ大本命の山口市に到着になります。小倉からだとあっという間ですね。さ
さあ新山口にやってまいりました。ここから湯田温泉の方に向かってレンタカー借りて山口市のね観光行きたいと思います。ニューヨークタイムズで第3位に選ばれたところはどんな素晴らしいところなんでしょうか。さあここから湯田温泉に向かいたいんですが、こっちかな、 JR 線かな、JR 山口線ですね。接続がそんなにいいわけじゃないんか。あれか、山口行き12時7分、今11時23分なので30分以上ちょっと待ちがありますね。で明日はねこの辺もちょっと飲み歩きしてギリギリまでね帰りたいと思うんですけど、で今日はね湯田温泉行ったらすぐにレンタカー借りて瓦そばをねちょっと食べに行きたいと思います。山口といえば瓦そば。いや駅も綺麗ですね。新幹線も止まり温泉に行く電車もある。美しいです。外国人を迎え入れる準備はしっかりできているような感じがしますね。まあでもニューヨークタイムズ紙に選ばれるなんて思ってなかったみたいな感じでテレビとかで言ってたんで、もともと計画されてたとかじゃないかもしれないですけど、どうなんですかね。どういう基準で選ばれるのかわかんないですけどね、モンドセレクションみたいな感じでお金を払えば、ね、選ばれるみたいな感じではないということなんでしょうか。はい、ちょっとね30分時間があったので駅の南側に出てきて、どんな感じか見ることにしました。とはいってもなんかそんな見応えがあるわけじゃないですね。で僕はこのね新山口駅からレンタカー借りることも検討したんですけど、その観光行ってからまたこっちに戻ってこないといけないじゃないですか。湯田温泉でゆっくりしたいので、湯田温泉の方でレンタカー借りて用事が終わったら湯田温泉返してそのままもう飲み歩きするみたいな感じの方がいいかなと思ったんで、今回は湯田温泉でレンタカー借りました。その代わりねこうやって電車の乗り継ぎが間隔が空いて30分待ちみたいなことになることだけは覚悟しとかないといけないですね。これは誰だ。これ何やろ。あったかく雲がないなんて書いてある。夏を塗り、調べたところ種田三等家っていうね日本の自由律俳句の俳句を読む人ですね。三等家とだけ呼ばれることが多いと、このあったかく雲がない傘を脱ぎみたいな詩が書かれてるみたいですね。各地を放浪しながらね1万2000余りの句を読んだと、そういった方ですね。でこの人は山口県現在の防府市に生まれなのでここで称えられているということですね。僕も各地放浪しながら一言言っていこうかなね。そしたら YouTube20 年ぐらい続けてたらどうぞ立ちますかね。どうぞというかこうやって称えられますかね。表現で、頑張っていこう。無理ではない。諦めたらそこで試合終了です。そんなことも教えてくれるんですね。山口市の旅はねいきなり学びや。いやぶっちゃけ駅南に何にもないな。ただタクシーがいたりするだけでむしろ寂れてるぐらいな感じで綺麗にはしてますけどね。ちょっと北の方に向かいます。はい、今北側ですね。明日はねちょっと帰る前にこの辺で食事したいなと思ってるんですけど、なんかあれ店あるような感じだったのにな。ちょっとはありますけど商店街みたいのがあるって感じではないな。駅は綺麗ですけどね。駅は綺麗ですけどなんかめっちゃ賑わってるかっていうとむしろ全然賑わってないって言った方がいいかも。一応ビジネスホテルとか、並んでまして、居酒屋なんかもちょこちょこあるみたいな感じですね。ここから、評価の高い店を、見つけて明日夜行きたいなと思います。1泊2日でも存分に、堪能する旅をご提案できればと思いますので、ぜひね最後までご覧いただければと思います。なんかチェーン店系が多いですね。チェーン店系はやっぱあんま行きたくないんで、別にチェーン店が悪いってわけじゃないですけど、別に僕の動画でチェーン店伝える必要ないかなって感じです。でもチェーン店から案件依頼来ましたらちゃんとチェーン店も取らせていただきますので、ぜひ案件お願いします。そういうことにはね目がない人間なんでほんとすみません。僕もね仕事でやってるんでね仕方ないじゃないですか。心揺らいじゃいますよそんな。この辺になるとなんか良さげな感じしますね。なんかちょっと商店街っぽい。この辺いいっすね。この辺でちょっと明日飲み歩きしたいな。居酒屋春が来たクジラの店。いいっすねこの辺も。酒どころリン。
この辺はなんか良さそうやな。安心しますね。ここもなんか良さそう。鳥心。あ、いいところあるじゃないですか。もう海鮮アスカとかラウンジ、あ、ちょっとしたキャバクラガールズバーとかもねあります。まあ、ちょっとこう遊べる感じにもなってるんですね。まあ、僕はあんま行かないですけどね。この辺もなんかディープな感じでいいですね。まあこれ明日の楽しみにしましょう。やべえな、一通り見たけどまだ27分もあるし、ホームで座っとくか。これですね。IC カード利用不可、山口湯田温泉のつこ。いや、よかったよかった、湯田温泉。時間空いたからコンビニでなんか買おうかなと思ったら、なんね、営業時間変更のお知らせ。7時から19時のはずが SL 運行日のみ営業。マジかよ。飲まず食わず、はあ、コンビニとか閉まることあるん。いきなり洗礼かよ。ワンマン電車。ここ乗るか。着きました、湯田温泉。さあ着きました。いやー、なんかもういいっすね。もう最高な雰囲気ですね。いいっすね。レトロな感じいい。今がこっからこう上がっていくんですね。さあそれではレンタカー借りに行きたいと思います。湯田温泉はこれが使えると。さあレンタカー屋さんはどこや。あ、いますね。これ白虎って呼ぶんかな。違う、白虎じゃないな、白狐やってますね。半端ないな。白狐が見つけた湯。その昔権現山のある寺の境内に小さな池があり、そこへ毎晩足を引きずってやってくる白狐がいました。和尚はどうして池の水に浸して明け方近く帰っていくのじゃろうかと思っていた。驚いたことに7日目の明け方にはすっかり元気になって山へ帰っていきました。不思議に思った和尚が池に手をつけてみると、どうしたことか池の水がほのかに温かいんです。早速村人に知らせ、池のそばを掘ってみると、なんとお湯が湧き出してきましたと。さらに掘ると熱い湯がコンコンと湧き出し、見事な仏像も出てきましたと。ほんまかいな。村人は喜び、その仏像をいて湯の守護仏なんていうか、守護仏として大切に祀りました。なるほど。駅前に足湯もあるじゃないですか。レンタカーの場所探したら結構遠いな。駅前やと思ってた。マジで歩いて16分もかかるやん。なんとレンタカー会社まで歩いていかないといけない。ただ今日のね、夕方の5時まで、借りるという風にしておりまして、今12時33分ですね。でそれで2500円ぐらいで借りれたんで、かなりお得っすよね。でそこに行くのにタクシーで1000円使うのもあれなんで、歩いていきたいと思います。新山口の駅と比べるとちょっと寒くなった感じがしますね。気温がやっぱちょっと山の上なんですかね。湯田温泉両院社交組合とかありますね。そしてなんかこの道路の色とかもちょっと温泉街っぽいですね。でもなんか家とか空きがあったりとか、土地売ってたりとか。どうすかこの土地、温泉近いですよ。75坪、傷を癒した一匹の、これ白狐って呼ぶんかな。何やろ、何呼び方がわからん。なんかどういう呼び方しても間違ってる気がする。結構昭和な感じですね。ヘアサロンいいっすね。まだ観光地って感じではないですね。なんか賃貸の住宅が
めちゃくちゃ多い感じしますね。まあいろいろね、湯田温泉についてホームページとか調べると頑張ってる感じなんですけど、実際駅に着いてからね、まああんまりちょっとどこに行ったらいいかとかがよくわからないっていうのはちょっと改善の余地ありそうですね。ここもおいでます駅通りってなってますね。あ、書いてますね、湯田温泉街。こっちちょっと遠めなんですね。なんかそこもね、シャトルバスみたいなのがあったりとかしてくれるとありがたいですね。ちょっと歩かないといけないっていうことだけ覚えておいてください。今中間地点ぐらいですね。湯田温泉駅からずっと上がって今中間地点、もうちょっと先に行くといろいろホテルが出てくるみたいですね。そこまでね、なんかバスとか出てないんかな、僕は見逃しただけかな。あ、目の前には今日泊まるホテルありますね。オンさんで、本当はね、そこにストレートに撮影許可も取って予約する予定だったんですけど、夜中にぼーっとしてたのか、なんかスーパーホテルさんの予約を間違えて取っちゃってて、でスーパーホテルさんからも電話かかってきて、撮影のことについてね、でもなんか話噛み合わないなみたいな、スーパーホテルみたいな、貸切温泉取らせてくださいって言ったら、貸切温泉うちないんすけどみたいな、あれみたいな。でよく見たら、すいませんみたいな、間違って予約してましたみたいな。で大変ね、ちょっとスーパーホテルさんには失礼なことをしてしまったので、またどっかの旅でちょっと使わせていただきたいなと思ってます。僕の体がね、2つに分けられたら両方泊まりたいとこなんですが、ここも公園があって足湯がありますね。いろんなとこに足湯があるんですね。足湯が有名っぽいですね。歩いて10分かからなかったな、僕の足だと。で普通の人だったら10分15分かかるかもしれないです。僕かなり早歩きで歩いてんでね。ここですね。ここのホテル今日僕泊まりますけど、後で行きます。まずはレンタカー借りたいと思います。あそこはスーパーホテルさんですね。あそこもいいホテルだと思うんで、ぜひご検討ください。宣伝しておきます。ガソリンスタンドのところって言ってたな。レンタカーも送迎が欲しいところやな。まあでもめちゃくちゃ安いんでね、文句も言えないですよ。あとね、飲み歩きやりたいと思って今日予約もちゃんとしてます。今日の夜はね、2軒行こうと思ってるんですけど、そのお店を18時と20時でそれぞれ予約したんですけど、どっちを先に予約したかとか忘れてしまったな。ちゃんとメモっといたらよかった。なんでね、適当なことするんやな。本当にね、秘書がいる、秘書がちゃんとメモらないといけないですね。そんなことも教えてくれるんですね。いや、なんか温泉街とか言いながらも結構普通の街っすね。チェーン店がめっちゃどこにでもあるようなチェーン店が普通にあるっていう感じですね。さあ着きました。ここのワンズレンタカーですね。ワンダープライスということで1日たったの2500円からエネオスにあるって言われてるけど、エネオスちゃうやん。はい、それではレンタカーを借りたんで今から食べに行きたいと思います。瓦そば行きたいと思います。さあこの辺りですね。駐車場あるんかな。まさかの駐車場がない系。あ、ここや、瓦そば。ここっすね。駐車場ないんや。はい、目の前にですね、中市第二駐車場っていうところがありますね。1時間100円で、まあ安いのでまあいいんですけど、まあちょっと不便ですね。もうちょっと近くに気軽に止めれるところが、特に無料で止めれるようなところがあればいいんですけどね。ここに止めて歩いていきたいと思います。それでは歩いてね、瓦そば食べに行きたいと思うんですけど、なんかこの辺もちょっと観光地化されてるっぽい感じですね。この辺りもちょっとこう観光地になってるっぽいですね。今はここでお茶屋跡とか山口甲州堂跡とか、なんかそういったものがここにあるんですね。萩五館っていう場所とかね。ここはちょっと事前に調べてなかったな。お茶屋オフィシャルゲストハウスって書いてある。お茶屋とは藩主が参勤や領具巡視時に滞留したり他藩の来客など接待するとき藩の交換を言いますと。なんかいろいろやってたんですね。まあ、ちょっとこう街並みを見ながら瓦そば屋さんに行きたいと思います。いい雰囲気ですね、ここも。で全然観光客もほとんど歩いてないんで、なんかちょっとした観光気分も味わえますね。こうやって川辺に降りてこんな景色を眺められたりするんですね。いいですね。なんか風情あって、京都はねいっぱい人がいて、せっかく旅行しに来たのに人混みに疲れるみたいなことになりますけど、こういう地域であればそんなこともない。
いい風が吹いてます。あ、河原そば屋もめっちゃ近い。5分もかからないですね。2分3分ぐらい。いや、ここもなんかどっかの温泉地みたいなぐらい風情あります。はい、そしてこの河原そば屋、河原そば食べたいと思います。もうお客さんほとんどおらへんのじゃん。ここも評価高い河原そばで1人前頼みたいと思います。山口県の郷土料理として広く親しめられている河原そばと、はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。ではこちらのしらす飯の方は先に薬味を入れられて、はい、お醤油をおかけになってお召し上がりください。これを入れて、これをかける。はい、そうです。はい、では瓦が入ってまいります。瓦の方大変熱いので一度ご注意いただければと思います。ではまず上のレモンもみじおろしの方を使わずに具と麺をこちらのつゆの中にお召し上がりください。ある程度しましたらレモンもみじおろしをこちらのつゆの中に入れていただければ、酸味と辛みの方が加わり味の変化をお楽しみいただけます。麺の方、上の方はふわふわしておりますが、下の方は瓦の熱によってだんだんとパリパリの麺になってきますので、香ばしくなった麺の方もお楽しみいただければと思います。おつゆなくなりましたらお声掛けいただければお会の方できますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではごゆっくりどうぞ。はい、いただきたいと思います。うわうわうわ、うまそうですね。表面はしっとりしてて、底の方はパリパリでめちゃくちゃうまそうな予感がします。柔らかい麺とパリパリの麺がめっちゃうまい。正直瓦そばだけでも十分満足なんですが、しらす丼もいただきたいと思います。山口でしらす食べるの初めてかもしれないです。これはうまそうですね。しらすも生き生きしててうまい。一つ一つ存在感を感じるようなね、旨味がありました。これが2人前食べれるな。ちょっとこのレモンとか入れます。レモンともみじおろしがね、うまく効いて味が引き締まってうまい。最高でした。山口大学早期の地ってありますね。山口大学は1815年に設立されたと。はい、今からねちょっとどこに行こうかなと考えてるんですけど、この防府天満宮っていうところはちょっと33分かかるんで、ちょっとここまで行ってたらレンタカー返せないんで、今日はここは見送りたいと思いますが、一番有名な香山公園も行きたいなと思ってますし、この上栄寺五重塔ですね、これも行きたいなと思っております。あ、違いました。この香山公園の中に瑠璃光寺っていうのがあるんですね。ここがやっぱメインどころになってくるんですかね。まずこっから行こうかな。でちょっとやっぱ食の方もね僕は堪能したいと思うんで、コーヒーショップが結構あるんですよ。だからその辺もちょっと行きたいなと。だ本当にもっと広げて観光するんだったら長門峡、長門峡っていうんですかね、だったりとか、いろいろと見どころあるんですけど、ちょっと時間かかるんで、一観音の富士とかいろいろ見どころは他にもあるんで、ぜひね車でもっと足を伸ばして、2泊3日とかしたらそこまで行けるんじゃないかなと思います。僕も明日ねレンタカーさらに借りれたらここまで行くっていうプランも考えてもいいかなと思うんですけどね。今日はちょっとここ行ってたら間に合わないかなっていう感じがするんで、そんな感じにしたいと思います。ちょっと予定を変更しました。観光行く前にこの辺りがね割とコーヒーショップとか集まってるのと結構見どころあるっぽい感じなんで、ここ散策してみたいと思います。まずで、明日も多分さっきのね
湯田温泉見た感じすぐ多分見終わりそうなんで、またレンタカー明日借りて有名どころ行って戻ってきて、新山口戻って新山口で飲み歩きして帰るみたいなプランに変えたいと思います。やっぱりそうやってね、臨機応変に旅の予定を変えていく、大事ですね。やっぱり現地に行ってみないとね、なんとなくこう広さの感覚とかわかんないんで。中市という商店街ですね。昭和レトロな商店街、それなりになんか賑わってる感じ。舌包み、いちご大福、舌包みがあまりにも有名な山陰堂さん、山口を代表する老舗の和菓子屋さんで書いてますね。代表メーカー舌包みや季節の和菓子ウイローなどって書いてるな。舌包み、これちょっと買ってみようかな。帰りに買って車で食べよう。やっぱ行ってみて分かることってありますね。いろいろ調べたつもりですが、山口市の情報ってあんまりなくって。川端市場、ここなんか面白いですね。うな堂入り口、鳥堂って書いてある。うなぎ専門店と焼き鳥専門店が変わるんだ。なぜここがこんな繁華街になってるんやろ。別に駅近くでもないよ。あ、駅近くなんか、山口っていう駅の近くなんですね、ここ。ああ、なるほど。山口駅前になるんや、ここは。ここもなんかコーヒーショップありますね。どこのコーヒーがいいの。あ、ここもカフェやな。めちゃくちゃカフェが多い。なるほど、こっからこう行くと山口駅に向かうんや。歩いて7分ぐらいか。ちょっと歩いて行ってみるか。駅も見ときましょう。いや、なんか落ち着いた感じでいいですね。なんかめちゃくちゃ寂れてるって感じでもないし、店それなりに開いてるけど、なんか人はそんなに多くないみたいな。確かに穴場感あるな。これ山口駅は左で、右側に商店街とか山口ザビエル記念聖堂とかあるんですね。こんなお寺もあるんですね。見えないところでつながり合って生きている。まさに僕と皆さんもそうですね。見えないところでつながってます。毎週のプレミア公開で皆さんとつながらせていただいております。そして皆さんのコメントでつながらせていただいております。そしてインスタグラムとか X、LINE とかそういったメッセージもつながりさせていただいております。ありがたいことですね。見えないところでつながっています。私は皆さんの顔を全く知りません。それでもつながってる。そんなことも教えてくれるんですね。山口市の旅は自己投資。あとなんかうなぎのお店も多いな。街歩きって面白いですよね。ただ観光スポットに行くっていうのも旅の一つですけど、こうやって街歩きをするとその街が辿ってきた奇跡みたいな感じることができます。観光スポットっていうのはなんか僕たちがまだイメージができないもっともっと前の歴史とかをたどれますけど、この街並みっていうのは昭和平成令和にかけて、どんな感じでこう街が発展してきたかとか、そういったところを見れるんで、それはそれで旅の醍醐味ですよね。島旅してても思います。島なんかはそうやって観光スポットってそんなに多くないですけど、でもなんか街歩きだったりしてると、ただ歩いてるだけで、あ、島の人がこんな風に生活してるんやなみたいな、それを垣間見れるのが結構面白いですよね。こういうタバコ屋さんとか、やっぱ昔あったんだなとか、やっぱ今はやってないなとか、でこの辺物件空いてたからラーメン屋さん始めたのかなとか、ここのお店とか潰れてるからなんか居酒屋やってたけど、いや潰れてないんか、今やってるわ。失礼なこと言うな。やっぱこの辺は駅前やからコンビニがあるなとか、本当にいろんなこと学べるのがいいですね。でも日本国内を歩いてて本当にすごいなと思うのは、どんなところでもなんかやっぱ普通に生活圏成り立ってるじゃないですか。都会はめちゃくちゃみんな普通に暮らしてるけど、田舎の方に行くとバケツで水を汲みに行ってるとか、そういう感じではないじゃないですか。もうどこの場所に行っても一定水準の生活はできてる。それはすごいことだなと思いますよ。そういう格差はないですよね。一流のブランドショップがあるとかそういった差はあると思いますけど、そんなの別に生きていくためには絶対必要なもんではないですからね。生きていくために絶対必要なもんは、どこの場所、どこの島に行っても大体
揃ってるっていうのが日本の素晴らしいところですね。山口駅来ました。俺が山口駅だ。まあ、ここぐらいにしておきましょうか。戻りましょう。はい、山口駅はこんな感じですね。レトロですね。なんかでも錆びれてるわけではないですね。人結構いますし、車も結構止まってるし。いや、この辺を歩いてると美味しそうなコーヒーの匂いがねめっちゃします。その曲がったところに、まだね件数は少ないですけど Google 評価 4.7 のちょっと穴場っぽいコーヒーショップがあるんで、そこ行きたいなと思います。あ、コーヒーの匂いする。あ、いい匂い。ここどこやどこやここじゃないな。どっかから匂いします。この辺やと思うんやけど、匂いは確実にしてる。ここの左か、ここか、これっぽいな。原口コーヒークローズドや。最悪。マジかよ。なんで？じゃあ違うとこ行こう。このコーヒーの匂いはどっからしてるんや。ここかな、路地裏ご飯っていうとこ。どっからしてるのか謎やな。ここ皆さん歩いてみてほしいです。マジでコーヒーの匂いがそこら中にしてコーヒー飲みたくなります。じゃあちょっとこの角にあるログコーヒーっていうところにしようかな。いや本当にね、なんかどこが絶対いいとかっていうのはないと思います。居酒屋感覚でふらっと立ち寄って自分のお気に入りのねコーヒーのお店を探すみたいなのが多分楽しみ方じゃないかなと思います。この辺、あ、ここやな、ログコーヒーロースターズ。エビターだけどちょっとユニークなテイストで、これね、一応このトンガとかおすすめですね。なんか人気なのはどれなんですか？まあ一応ブラジルとかが人気になるんですけど、こっちになるとまあ酸味も苦味もそんな強くはないのでレイリー飲みやすいような。ああ、なるほどなるほど。じゃあこのエチオピア、エチオピアで、はい、いきます。なんかこの辺りってすごいコーヒー屋さんが多いじゃないですか。そうですね。なんか理由ってあるんですか？商店街自体にやっぱ昔からあるお店さんがあったりはするのと、はいまあ、カフェ自体がやっぱ作りやすいというか始めやすいっていうのがいっぱいあったりはすると思うんですけど、山口はやっぱ単純にここら辺が一番人が来やすいから出店しやすいっていうのがある。なんか飲み屋さんとかよりもコーヒー屋の方が多いような。あ、飲み屋さんは逆ですね。こっちは少ないそうですよね。ですね。多分それもやっぱ湯田温泉がメインになっているので、うちの夜のお店ってなるとやっぱこうちっちゃい感じの、まあ、お店の方が、まあ、個人でやってるお店が多かったりはするイメージですね。ニューヨークタイムズに山口市がなんか選ばれてたじゃないですか。まあ、そこでもなんかコーヒーをちょっと紹介してたんで、コーヒー屋さんを。コーヒー屋さん紹介してたのはモドさんっていう方なんですけど、はいはい、記者ライターが、はい、その人自身が喫茶店が好き。ああ、そういうことなんですそう。なるほどなるほど。これがそのモドさんの本なんですけど、あこういうローカルをすごい大事にされるというか、昔ながらの喫茶店みたいな。よかったら。ああ、確かにすごい。なのかなとは。はいはい、ああ、昭和の赤い椅子とか昭和っぽいですね。なのでニューヨークタイムズの中でなんか歴史とか、そういったところにフォーカス当たってた気がするんで、やっぱその本人の記事の方を読むと人とかの方に焦点を当てたような書き方されてたので、あとは京都と違って観光客が少ないっていう。そうですね。じゃあいただきます。いや、ちょっとゆっくりしすぎましたね。レンタカー借りてるのにあと1時間半しかない。
舌包み食べよう。あ、いちご大福完売してるやん。後で食べようと思ったのに。はい、これが舌包みいただきたいと思います。舌包みを舌包み打ちたいと思います。いただきます。うまっ。っていうか今コーヒー飲みたい。さっきのコーヒー屋さんにこの舌包み持ち込みできたら最高やったな。水分持ってかれるけどめっちゃうまい。最高。やってまいりました。国宝瑠璃光寺五重塔。ここ鉱山公園には国宝の瑠璃光寺合ってんのかなこれ。瑠璃光寺か。瑠璃光寺じゃない。国宝瑠璃光寺五重塔ですね。鉱山公園には国宝の瑠璃光寺五重塔があります。その美しさは日本三名塔に数えられ、春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など一年を通じて様々な姿を楽しむことができるということですね。これは見応えありそうだ。山口のパワースポット風水による街づくりということで、ここに来るだけでパワーが得られるのかもしれないですね。室町時代の大内をルーツとしており、中世の風水が残る数少ない都市ですと。じゃあ行きましょうか。鉱山公園参ります。瑠璃光寺。もう入った瞬間からなかなか素晴らしい見応えありますね。日本の歴史公園、鉱山公園、確かに綺麗。何あれ、めっちゃ、もしかしてなんと今見れない瑠璃光寺五重塔、なんと僕が前宮島に行った時みたいなことになってるやん。囲われてます。最悪や。無念です。すいません、これは茶番です。僕はこの情報は知ってました。2026年ですね。そこまで工事してるみたいです。それやのにこのタイミングでニューヨークタイムズ紙に選ばれるという。これは写真素材を置くしかないな。皆さんに見えませんか？僕には見えますよ。大江の塔は大江の乱で戦いに敗れた大内義弘の母体を弔うために弟の森健、これほんまにちょっとマジで売ってほしい読み仮名聖剣、が五重塔を作りました。それが現在の国宝瑠璃光寺五重塔。そこだけ文字打つん。ここの段階で弔うためにこんなものを建てるってどんだけお金持ちやねんって話やで。大内氏ってどんな人たち、そもそも大内で合ってんのかな、こっちに書いてんのか、読みが全部売ってほしいな。大内弘代、大内義弘、森見、森春、森明、いろんな読み方があるんや。森見でええんや。まさかの山口に華やかなおうち文化の基礎を築いたぞと。大内弘代がね、24代将軍様と戦うことになったと。で、応援の乱で義弘が亡くなったから五重塔を建てることにしたんだと。で、餅を暗殺事件に巻き込まれてしまった。なんと巻き込まれてしまった割に笑ってるけどな、大丈夫かな。大陸とも武器で経済を豊かになって山口町は2がきっかけと素晴らしい。で、五重塔完成。ここで完成なんや。建設開始からそうか3代にわたって時間がかかったんですね。きっかけを作ったのが典弘さんで、正弘さんがそれをさらに伸ばしたということですね。今会社とかと同じ感じですね。伊勢神宮から神様を迎えし、山口大神宮建立。伊勢神宮やっぱトップなんですね。伊勢神宮の動画もぜひ見てください。王子義高、トップクラスの身分になったと。ザビエルによるキリスト教の布教も受け入れたと。だからザビエルのあれがあるんですね。大内義長、大内家最後の当主を務めたよ。要は毛利の時代となっていた。なるほど。毛利といえばあれですね、小倉行った時も見ましたね。毛利、僕は毛利ですよ。何回も言いますけど、この動画で初めてか。室町から今未来へ、みんながこう繋いでいってくれたんですね。
ね、こうやって繋いでいくと、やっぱ人間ってそうじゃないですか。僕たち何かを一代で何かを成し遂げようとしがちですけど、こうやってね代々受け継がれるんですよ、ね、そう考えるとやっぱ子は宝ですし、人間動物そうやって子孫を残していくみたいなことがやっぱりすごく大切なことなんだなっていうのを考えさせられますよね。もう僕たちの世代だけで何かをこうね築き上げるっていうのは相当難しいけど、こう代々力を合わせていけばこんな素晴らしい街とかが作れるということですね。そんなことも教えてくれるんですね。大事にしましょう。勝手に入っていいんか。お金いらない。ここにもあるじゃないですかね、ちっちゃい版。ここもなんか美しいしパワースポット感があるな。流れてる空気がちょっと違う。素晴らしい。めっちゃ綺麗にしてるわ。ついつい小声になるな。さあレンタカー返して今からお宿の方に向かいたいと思います。そして飲み歩き行きたいと思います。ちょっと電話して確認しよう。どっちが先に予約したか忘れて。はい、それでは今日のお宿チェックインしようと思います。そんなにねめちゃくちゃ高いホテルじゃないんですけど、結構こう構えは素晴らしいですね。亀福っていうスーパー銭湯というか温泉と一緒になってるんですかね。いい感じですよね。こんな感じでアメインティーを取るみたいですね。はい、それではこの505ですね。この部屋取っていきたいと思います。はい、入り口はこう靴を脱いでね入るタイプなんですね。おー、洒落てますね。これ一瞬鏡かと思ったら鏡じゃないですね。はい、角部屋になりますね。でこんな感じのお部屋になってます。畳もあってなかなかおしゃれですね。いい感じじゃないですか。なんか温泉気分も味わえるし、デザインもめっちゃいいですね。そして浴衣と温泉に行く時のねバッグなんかもちゃんと置いてます。それで空気清浄機もあるし、テレビは小さめのサイズですけど、最低限ありますね。布団もおしゃれな感じです。はい、そして一応窓もロールスクリーンが今かかってますけどたくさんあって、こちらに鏡があります。洗面台がこういうちょっとオープンな感じになってますね。おしゃれですね。やっぱ新しいですね。はい、この下ですね。下はここ開かない。はい、ここにドライヤーですね。サロニアのドライヤーがありますね。ここに湯飲みとケトルもあります。冷蔵庫はなさそうだな。はい、
ここがハンガーとか、ここに冷蔵庫があるんですね。そうしたセキュリティボックスとあります。十分です。そしてトイレがありまして、トイレとシャワールームあります。シャワールームも必要十分です。コンセントもたくさんあります。こっち側にもあります。それぞれのベッドのサイドにもコンセントありますね。 USB もあります。で壁もなんかすごいおしゃれですね。ちゃんとコストもこう見ながらおしゃれな空間を演出してますね。それでは飲み歩き行きたいと思います。5分くらい歩いたとこかな。今日のタイムスケジュールは6時から8時までですね。1軒目行きまして、2軒目8時から9時半まで、そして9時半からホテルの方で貸し切り風呂借りたいと思ってますので、ハードスケジュールです。ここもコキアンっていう宿ですね。ここは高級宿なんでね、ここも考えたんですけどね、でもここ撮るんだったらもうここだけの動画にするべきだなと思ったんで、今回はねちょっと見送りました。さあ今日の居酒屋1軒目はここです。魚屋秀蔵ですね。予約しております。さあおすすめを頼みたいですけど、どれがおすすめなんですかね。日本酒も行きたいですね。最初ビールで行って後から日本酒、山口のお酒行きたいですね。飲み物はめちゃくちゃ充実してるな。やっぱり最初はビールからスタートでしょう。今日運転でね我慢してたんで、じゃあいただきます。お酒に合いそうなお通しですね。うまいですね。やはり最高にビールに合う味でした。さあ刺身がやってまいりました。山口市はね海にも面してるんで、刺身も美味しいことは間違いありません。うまそうですね。プリップリ。いやー本当にねいいものを選んでるんだなっていうのが分かります。歯ごたえ、うまみ完璧です。ビールが一瞬でなくなりました。これ秀蔵海鮮サラダですね。隣にいたおばあちゃんがねこれが美味しいよと教えてくださいました。嬉しいですね。シャキシャキでうまい。確かに美味しかったです。さあそれでは刺身に合わせて日本酒行ってみたいと思います。やっぱり山口のねものが飲みたいということで東洋美人を頼みました。初めて飲みません、おそらく。これがナマコですね。山口県産です。これうまっ。なんかキレもあるんですけどバランスいいですね。これフルーティーな感じとキレのバランスがめっちゃいい。うまいですね。東洋美人、まさに東洋美人のような味ですね。皆様のような東洋美人の味です。結構好きな日本酒なの。刺身と合う。豚の角煮の竜田揚げです。この角煮うまい。店員さんがねおすすめしてくれたんですよ。なんか友達が来たら絶対これをおすすめるって言ってた。さあ料理が美味しすぎるのでさらに日本酒追加でいってみましょう。大峰というお酒になります。デザインもなんか可愛いですね。大峰、若い人が作ってるらしい日本酒です。だけです。あ、
ちゃフルーティー。日本酒なのになんかこう中華のようなフルーティーさがある。新しい世代の日本酒って感じ。女子でも飲めるみたいな。僕の視聴者に女子いるんか。いやいや、それはちょっと失礼な言い方ですね。女性はいらっしゃいますよね。はい、上品な女性がいらっしゃると思うんですけど、若い女子ですよ、いないと思うんですけど、そんな方でも飲めるような日本酒。若い女子が入門で飲んでもいいみたいな感じの味ですよ、ね、ラベルもおしゃれやし。さらに日本酒いっちゃいますよ。煮味噌頼みました。めっちゃボリューミー。隣の人がめっちゃうまそうにカニ味噌食べてたんで僕も頼んじゃいました。あるあるですよね。ザンギもうまい。柔らかな味わい。カニ味噌最高や。痛風なりそうや。はい、1軒目終わりました。もう1軒目でもういいんじゃないかなっていうぐらいベロベロなんですけど、2軒目行きますね。1軒じゃ分からんと、2軒目ちゃんとやってくれよという声聞こえてまいりますので、2軒目はもちろん行きます。で2軒目はですね、もつそば亭アルムということで、もつそばっていうね、なんかもつ鍋のそばみたいなところなんですけど、もうここを食べたら他のところ食べれんみたいな感じの場所みたいなんですけど、行ってみたいと思います。やりますよ。楽しみなんですよ。いや美味しかったな。いい店っすね。また全然温泉も入ってないから温泉街感ないけどな、普通にうまい店行きました。また接客も良かったし、料理も丁寧やし、さあ人気出るの分かるわ。ありましたありました。もつそば亭ある。もつ鍋、もつそばとかあるけどな、韓国っぽい感じですね。マッコリとかあって、もつそばと梨マッコリと角的頼みました。梨マッコリ、梨がほのかに感じられてヨーグルト的な味。さあもつそば来ました。一体どんな味やねん。角的。普通のもつ鍋となんかちょっと韓国風にしたみたいな感じなんですか。そうですね。博多のもつ鍋はちょっと何ベースかわかんないんですけど、はいここがタレベースじゃないですか。みたいな。まあ秘伝のタレなんていうんでしょうか。もうこの時点でうまいの確定やんけ。振り幅すごすぎるやろ。今日2回目の麺ですけど全然問題ない。うまそう。もつ鍋とキムチ鍋をのいいとこを足して2で割ったみたいな感じです。絶妙な味やね。ハマっておる。そうです。豆腐パンチをお作りしました。ラストもうチューバイいただきます。いやー美味しかったですね。いやさすがにちょっと僕もね酔っ払いましたね。
本当だったらねこのままスナックとか行きたいんですけど、貸切温泉をね撮影する予定がありますので、貸切温泉の方向かいたいと思います。まだ全然温泉街っていうイメージはないですけどね。美味しかった。いや腹いっぱいやわ。やべえな、また太ったんじゃうんかこれ。もう体重上がりっぱなしっすわ。正直ね体重が爆上がりするよりね YouTube の再生が爆上がりしてほしいんですけどね、しょうがない。はい、貸切温泉利用させていただきます。こんな感じですね。はい、このアメニティがもらえるし、終わったら飲み物を用意して待ってくれてるということでありがたいですね。1時間だけ借りました。おお、いい感じですね。ちょっと透明ですけど、なんかちょっととろみがある。いいセンスですね。すごい体が温まる感じします。いやー、なんかいろんなこと言ってそう。傷が癒える感じです。YouTube やってるとね、たまに心ないコメントが来たりしますけど、そんな傷も癒えますね。いやー、でも本当ね、YouTube やってなかったら、こうやってニューヨークタイムズに山口氏が3位に選ばれたんだって言ってすることはなかったかもな。やっぱりね、YouTuber やってるからニューヨークタイムズに選ばれた山口氏、いち早く皆様にお届けしないといけない。いち早く最高の内容でお届けしないといけないなと思って湯田温泉来ましたけど、湯田温泉なんてなんてっていうの失礼ですけど全く聞いたことなかったです。本当に多分今まで一度も聞いたことなかった。でも今回のニューヨークタイムズで調べて湯田温泉ということがあることに気がついて実際行ってみたらね、いいところですね。いや本当に大人の穴場だと思います。決してね万人に来てほしいみたいなそういうところではないと思うんですけど、いや本当穴場好きな人があんまりいなくて、それでもしっかり満足できる、そんな場所を探したいみたいな、本当にモーリーチャンネルの視聴者さんにとってはこれ以上ない場所なんじゃないですかね。めっちゃいいです。やっぱ温泉いいな。冬は温泉っすね。冬に離島もいいけどやっぱ温泉ですね。本当はお酒ね飲んで酔っ払って温泉入ったらダメですよ。良い子は真似しちゃいけません。お風呂上がりにですねラムネもらいました。アルコールもね選べたんですけど、もうさすがにアルコールはいいだろうということでラムネいただきます。いただきます。最高。こんな場所があるんですね。全然知らなかったわ。穴場やな。単純にこの場所が良かったっていうことだけじゃなくて、ほとんどの人が知らないみたいなところを体験してるみたいな、そういう優越感みたいなのありますよね。離島とかでも誰も知らない離島とか旅してると、その離島自体も素晴らしいんですけど、誰も知らないところを先行して行ってるみたいなのは結構人間のね、なんか喜びとしてあるなと思いますね。潜在欲求というか、なんやろな、承認欲求、負けず嫌いみたいなところをくすぐる要素ありますね。結構ね、旅行って、例えばですけど、ハワイ行く人の心理って、ハワイって素晴らしいとこですけど、なんかそれ以上に、ハワイに行ってる自分どうみたいな。いいでしょみたいな。それを言いたい場所みたいな。そういう感じはやっぱ自分も言っててあるんですよね。僕もそんなにハワイ好きじゃないとか言いながらハワイに行ったら、やっぱめっちゃインスタとか上げちゃうんですよ。だからそういう場所なんですよね。人間はそういう気があるんだと思います。自分が輝いてるとこみんなに見てほしいみたいな。これはもう別に悪いことじゃなくってそういうもんだと思います。でそれとは真逆で誰も知らない言っても伝わらないみたいなところを自分は知ってるみたいなのに喜びを感じる人はいると思います。でそれを喜びと感じない人もいると思います。みんなが知ってるとこじゃないと嫌だっていう人の方が多いと思います。
から僕は大人の穴場旅行って言って結構にっちゃんとこ攻めてるんですけど、でもそれでいいかなと思ってます。僕もね、例えば音楽のアーティストとかでもめちゃくちゃメジャーで誰もが知ってるアーティスト、もちろんそれも抑えます。もちろんそれも聞きますけど、やっぱ誰もあんまり知らない、これから流行りそうみたいな人を探すっていうのも一つのなんか楽しみなんですよね。そういうのないですか？これからこの俳優伸びてくるよみたいな、それを当てた時の気持ちよさ。株とかと一緒ですよね。これからこの株伸びるぞみたいなで買っておいたら、ほら見たことかみたいな、だからそういうね場所を探していきたいなと思いますね。いやー、この後ねちょっとスナックとかも行こうかなとか考えましたけど、もう腹持たないっすさ。もうパンパンね。まあまだ言っても11時ぐらいなんで、時間あと30分経ってもし元気出てきたら行くかもしれないですけど、まあこのまま寝るかなと思います。仕事しよう。で、最高でした。はい、おはようございます。今もう11時ですね。ちょっと寝すぎちゃいましたね。で、ちょっと朝食をどうしようかなと思いまして、もう朝食からお酒いっちゃうか。ちょっと目の前のホテルですね。目の前のホテルが朝食やってて、なんかパンケーキが美味しいみたいな情報を得ましたんで、ちょっとそこ見たいと思います。まあほんまに美味しそうだったら行きますし、やっぱ朝から日本酒いっちゃいますかみたいな気分になったら日本酒いっちゃいたいと思います。で、その後ね、昼はバリそばっていうのがね、この山口市のソウルフードということなんで、それ行きたいなと思うんですけど、近くにも店あるんですが、 Google のレビューが悪くはないですけど、もっといいところが徒歩30分のところにあるので、歩いていこうかなと思ったんですけど、ちょっと遠いので Go アプリ使ってね、タクシーで向かいたいと思います。ありがたいことにね、皆さん紹介が Go アプリでありまして、クーポンがあります。それで向かいたいと思います。ありがとうございます。皆さんのおかげです。30分歩かなくて済む。さあ、ここですね。ちょっと見てみよう。カフェドレストランセンドパリ。センドパリオープン11時か。あ、開いたばっかりなんや。あ、でもランチになっちゃうんですね。なんかパンケーキがうまいって聞いたんですけど、どこにも書いてないね。ここもホテルなんですね。ちょっと老舗のホテルって感じです。ちょっとなさそうな感じだったんで、もういきなりお酒行きたいと思います。で、普通のね、やっぱランチ食べたいなって人はここ良さそうですよ。点数も 4.0 で悪くなさそうですし、評価も上々って感じでした。こういう時はね、 Google でなんか朝食とかで検索すると朝食が食べれる場所を探したりするんで、ぜひ参考にしてみてください。ここ観光案内所になってて、そこにも足湯があるんや。あ、すごい。どこにでも足湯があるんですね。あ、飲泉場まである。飲めるんや。飲めるようになります。あたたたた、めっちゃ熱いやん。あたたつ。めっちゃ暑いですねとかって言ったら、頭おかしい人と思われたんか、無視されました。辛すぎる。お、この東城、これもなんか見たことあるな。これ最近友人の経営者が食べてたな。うまいんかな。ちょっと1個買ってみたいと思います。どれがおすすめなんですかね。すぐ召し上げればこういった東四郎っていう鈴木東四郎のね、生ものがおすすめですね。はい。じゃあこれにしようか。お気持ちこれなんか味が、小豆とお抹茶と2種類ございます。じゃあ一つずつ。生ものの方でよろしいですか。はい、今すぐ食べて。これはこの辺で有名な。それ山口だけのお菓子です。はい。で、ガフラに乗るとね、またちょっと材料が違います。ああ、そうなんですね。この辺もなんかいい感じで、山口の地酒酒屋さんとかありますね。あ、ここですね。ここが狐の足跡って言って、お酒の飲み比べができる場所ですね。ここ行きたいと思います。 SL っていつ通るんやろな。この辺に見どころが結構書いてありますね。桜の季節とかも桜すごいですね。一の坂川、こんな感じになってます。で後ろになんか中原中屋っ
記念館、中原中也か、中原中也、あ、これか、めっちゃ綺麗やん。中原中也ってそもそも何の支店？ちょっと中とかで聞けたら聞くか。この辺が見どころって感じですかね。でちょっと足湯ちょこちょこ点在してるんで、そこでこれね食べてバリそば食ってみたいな感じがいいかな。ゆっくり楽しめますね。なんかバタバタするって感じじゃなくて、のんびりこう歩きながら、まさに大人の穴場旅行じゃないですか。ここは無料で入れるんや。あ、利き酒メニューソロ大吟醸プレミアムセット、これ行こう。であとアイスとか小狐ソフトとかありますね。朝ごはんにいいかな。で足湯、あ、200円で入れるんや。持ち込みはご遠慮くださいって書いておるから、今持ってるやつは食べれないですね。はい、外の足湯、ここから見えませんが、奥の建物の中にお開きと対面してございます。わかりました。空いてるところどこでもご自由にございます。わかりました。こんな感じで中でも足湯ができますし、外もあるんですね。外もあって、こっち側もあるって聞きました。でロッカーに靴とカバンを入れることができます。足を拭くタオルとかもちゃんと用意してくれます。あ、すごい、こういう座布団とかもちゃんと用意してくださってるし、歩くための下駄、これも用意してくださってますね。お手いかんで、ここにしよう。いやいやいや、楽しみやな。こんな感じで入れるんや。もう足が太くなりすぎて全然めくれへん。やべえ。めっちゃいい感じ。これはいいわ。これは最高ですね。山口のかけないの獺祭ね。一番左は真ん中がゾロ、アークエンジェルゾロ、そうなんだけど、右の東洋美人っていうのも見ましたね。はい、それではね、この足湯入りながらね、いただきたいと思います。まず獺祭からね、いただきます。寝て起きて初めて飲むものが日本酒、最高じゃないですか。いただきます。あー、獺祭うめえな。これは至高っすね。人気あるの分かるわ、獺祭は。下関の旅でも飲みましたね。そしてこのゾロ、アークエンジェルゾロ、漫画みたいな。あー、こっちの方がキレがいいですね。フルーティーの中にもキレがいい。そしてこの東洋美人、昨日なんかめっちゃ美味しかった記憶があるんですよ、東洋美人。あ、フルーティーっすね。フルーティーとキレのバランスはこれめちゃくちゃいい。あ、東洋美人うまいな。獺祭もうまいですけど、僕結構東洋美人好きかも。結局美人が好きなんかいみたいなね、そういうツッコミはなしですよ。そういうことじゃないです。お酒の東洋美人が好きなんです。そしてプリンとね、ドーナツ。いただきます。あー、美味しい。これは日本酒とじゃなくて、本当はコーヒーとね、合わせるべきですけど、日本酒と合わせるのもまたいいっすよ。いや、こんな素晴らしい観光スポットじゃないですか。だってこんな日本酒飲み比べしながらこんな素敵な足湯入れて、なんと今僕しかいません。マジかよ。あんだけニューヨークタイムズで選ばれたっていう話題になってるのに、なぜか僕しかいません。信じられますか？まさに大人の穴場旅行ですね。もちろん京都も素晴らしいところですけど、京都にもし足湯があったとしたら、こんな一人で入れることなんて多分もうよっぽどじゃないとないですよね。それではプリンいただきます。
うまい。これも山口県の中の牧場で作られてるプリンということで、カラメルソースもめちゃ美味しい。門司港で食べたプリンほどは硬くないですけど、でもちょっと硬めのプリンですね。かつてプリンと日本酒を一緒に味わう YouTuber いたでしょうか。プリンを当てに日本酒飲みます。ちょっと日本酒の当て欲しいですね。ドーナツとかやっぱプリンは当てにはならないですね。もううまいですけどね。東洋美人飲み干します。キレあるな。さすがゾロ、キレがあります。全然ワンピース見たことないけどな。ダサいよね。このダサいおっさんが飲み干します。言っちゃったな。おっさんの人やったら誰か言ったことあるでしょ、このしょうもないやつ。ダサいよねみたいな。ダメですよ。僕が言っときますんで、皆さんの代わりに言っときます。かっこ悪い部分受けて立ちますよ。ほんのり汗かいてくるな。最初はなんか温度も暑いかなって思ったけど、なんかそんなに感じなくなってきますねって。おい、足の色見たらめっちゃ変わってるやんけ。真っ赤っかやん。真っ赤っかになっとる。こっちゃ感じなくなるんですね。これ日本酒の効果かな。いや、そうですよね。皆さんもそうじゃないですか。なんか毎日忙しい仕事をしてて、本当は疲れてるはずなのに、いや全然いけるんですよみたいな。通勤電車1時間以上乗ってても全然大丈夫なんですよって言って、それはね、これと一緒ですよ。本当は真っ赤っかな状態になってんのに、もう麻痺してるんですよ、ね。気をつけないといけない。もっと客観的に見て冷静に考えて、無理してるとかっていうのを感じないといけない。そんなことも教えてくれるんですね。この湯田温泉の旅、山口市の旅はまさに旅は自己投資というわけですね。素晴らしい。湯田温泉ゆったり日帰りと、日帰りを推してるんですね。忙しい人ほど日帰りでということでね、日帰りプランなんかも結構あるみたいですね。山口県内で唯一の高温泉。確かに温度ちょっと高めでしたね。湯量も多い美肌の湯なんですね。これだけのホテルでこう入れるんですね。日帰りの貸し切り温泉なんかもあるんかも。日帰りの貸し切りとかって入りたいですけどね。山水園さん、はいはいはい。ここが持ってらっしゃいますね。ああ、書いてるよ。はいはいはい。ありがとう。山水園。山水園。はい、わかりました。はい、この中原中也っていうのはね、言うのはで失礼。中原中也さんね、何をした方かというと詩人らしいですね。で、ここがもともとお家だったらしいです。新山口の駅にもね、詩人がいましたけど、詩人が多い地域なんですかね。で、あと貸し切り温泉借りれるとこも聞いたんで、ちょっと食事の合間に貸し切り温泉も入れたら入りたいなと思ってます。タクシー使ってバリそば食べに行くかな。バリそば食べて、貸し切り温泉入って、で足湯でさっき買ったやつ食べて、どっかカフェ寄ってもう出るみたいな感じで、めっちゃ満喫じゃないですか。サクッとね。こんな可愛いものがいっぱい立ってますね。キツネですね。バス乗り場ちょっと見ときましょう。バスも、山口駅まで行くバスとか結構出てますね。これ暴風っていうんかな。ここに行くバスとかも出てますし、めちゃくちゃ少ないってわけじゃなさそうですね。でも1時間に2本3本みたいな感じですね。これもだいたい1時間に3本4本って感じか。高速バスなんかもあるんや。東京まで行くん？こっから東京まで行くんや。マジっすか。半端ないですね。岩国とかまで行けるし、神戸まで行くやん。これで帰ることもできるん？三宮まで行くやん。大阪までも行きます。19時45分発やったらね、遅くまでこう楽しんで、こっからもうバスで、今日バスで帰ったらよかったな。もう新幹線取っちゃったわ。いろいろ行き方あるんですね。こりゃいいわ。バリそば食べれるとこここら辺やと思うんですけどね。だから見当たらないな。今回行く場所じゃないですけど、一応伝えとこうかなと。
あ、ここですね。ありました。このバリそば春来館かな。あ、どっちにしろ今日閉まってた。あ、ここに今日行ってもいいかなと思ったけど閉まってるやん。おい大丈夫か、次行くとこも閉まってへんよな、タクシーで行っても。じゃあタクシー屋の目の前でちょっとタクシー呼びさせていただきたいと思います。ここが春来館なんですけど、僕は次行こうと思っているのは春来亭です。春来軒か、ややこしい。はい、これをタクシーで呼びます。春来軒ね、ここに行く。皆さんからいただいたねクーポンが、支払いクーポン追加、お友達紹介ありがとうということで、すいません、ありがとうございます。これ使っていきたいと思います。はい、これでいきます。手配できるかな。なかなか手配できんな。走ってたけどなさっき。あ、来た来た来た、手配できました。今から来ますね。 OK、 お友達紹介、これですね。この紹介コードですよ。はい、これでやったら、僕にもクーポン入るし、皆さんにもクーポンが入る仕組みになってるんで、タクシー乗る際はGoアプリ使って僕の紹介コードでぜひ乗ってください。 PR じゃありませんよ。では PR になるんか。あ、もう来てるな。あ、来ました来ました来ました。あれですね、来たー。ありがとうございます。これですね。やってまいりました、春来軒。もうお客さんがどんどん入ってますね。営業しててよかった。定休日月曜日火曜日だったんですね。今日水曜日やからギリ空いてました。よかった。並んでる。来ました。これがバリそばだ。めちゃくちゃ硬いな。長崎の皿うどんか、あれよりもなんか麺が太い感じ。もう野菜がすごいふんわり柔らかなのに対して麺が結構硬いからバランスがいいですね。味もいい。これがソウルフードか。なかなか面白い。これはハマりますね。行列になるの分かるわ。これボリュームもすごいな。大盛りとかどうなってまうね。普通のサイズでめちゃくちゃ多い。だんだん麺がこう柔らかくなってくるのも美味しいし。長崎の皿うどんと山口のバリそばね、似てるんですけど、何が違うのかっていうのを調べてみると、まず出汁が違います。長崎皿うどんが豚骨から取ってるのに対し、バリそばは鶏ガラから取っていくということです。だからちょっとあっさりめなんですね。で、野菜が具だくさん詰め込まれてるのも、特徴ですし、あんのゆるさですね。確かにあんがサラサラっすね。長崎の皿うどんはもっとなんかあんがトロトロな感じしますね。あとボリュームもめちゃくちゃ多いです。麺を揚げるのにサラダ油だとうまく揚がらないんで、長州鶏の油を使ってるとですね。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったですね。やっぱりソウルフード食べとかないといけないですね。わざわざタクシーでここまで来た甲斐がありました。おすすめです。それではまたタクシーで戻りますかね。はい、タクシーでね次のとこ行こうと思ったんですけど、なんか歩いて20分ぐらいで行けそうなんで、もう歩っちゃおうかなと。で、山水園さんというところで家族風呂借りて温泉入ろうかなと思ってるんですけど、今ちょっと撮影していいかの交渉で判断待ちみたいな感じです。もしかしたら撮れないかもしれないですけど、撮れると信じましょう。20分とか言ってたのに反対歩いてて25分になってしまった。なんてこった。はい、のんびりね20分ぐらい歩いたら山水園の看板が見えてまいりました。そしてその近くに神社もありますね。ちょっと見ていこうかな。こじんまりした神社ですけどね。熊野神社、縁結びって書いてるな。うわ、これ結構登るな。マジか、しまったな。でもここで汗かいといて温泉入ったらいいでしょう。めっちゃ登るやん。
でも誰もいません。こちらは稲荷大明神。素晴らしい。白狐伝説の森とも書いてません。で調べてみると白狐でよかったみたいですね。普通やった。登ってきた。いや素晴らしい。いい空気が流れてますね。結構立派っすね。縁結びの神様なんかな。皆様とのご縁がさらにありますように。縁切り縁結び。この辺もいい感じですね。すごい景色綺麗で、今日は温泉だけね入りに行きますけど、お宿としてもかなり良さそうなお宿ですね。山水園さん。ここですね。すごい。すごい。ここから入っていいのかな。ここが入り口なのか。ここで合ってるのかな。なんか違う気がするな。なんか違うな。ここは何？観光スポットもしかして。なんか違ってたかも。やばいな。予約してる時間。こっちなんか。こっちは庭園って書いてるけど。ここかな。源泉って書いてるし。ここっぽい気がする。さあ、それではスキー風呂、加速風呂見ていきたいと思うんですけど、内湯がありますね。すごい湯気が出てる。そしてなんと露天もあるじゃないですか。これやったり、しかもなんかちょっと庭園みたいなのが眺められる感じ。めっちゃいいね。うわ結構厚めですね。やっぱ源泉が60度だけあって厚めです。ただめっちゃ泉質いいです。トロトロでめっちゃ泉質いい感じよ。誰やねんいい感じよって。最高っすね。いっぱい歩いてきた甲斐があったな。めっちゃいいわ。
鹿の馬の休息ですね。気軽にこんな体験ができるとめっちゃいいな。グルメもいいし、温泉も最高、そして人混みもないね。穴場旅行です。まさに。いやー、すっきり気持ちよかったですね。いや、また汗かきそうですけど、歩いて湯田温泉の中心街の方戻りたいと思います。でちょっとカフェとか、行って、寒くなったらもし足休して新山口の方にも戻りたいなと思います。いやー、めっちゃ大満足ですね。昨日のね12時過ぎに湯田温泉駅に着いて、そこからいろいろ行きましたけど、観光もそれなりにできましたし、なんか街歩きも楽しかったし、なんかいろんな店入ってグルメも楽しんだし、温泉も楽しめて、いやなんか1泊2日じゃなかったみたいな、そんなね満足度あります。しかも全然観光客いないですからね。それがまたいい。ディズニーランドとか好きみたいな人には合わないかもしれないですけど、僕の動画でいうと多良間島だったりとかね、なんかそういう誰も知らないみたいなところが大好きっていう人にはもう間違いなく刺さる街だったと思います。いや、あと少し楽しみたいと思います。あとね、この山口市のすごいいいとこだなと思ったのは、なんか向こうから話しかけてきたりとかないんですけど、こっちからなんかおすすめの場所ありますかとか、なんかいろいろ質問しても誰もこう嫌な顔一つせずに、すごい親切に教えてくれますね。いや、それはね地域柄が出てるかなと思いますね。今山口市の撮影来てるんだみたいな話をしたら、ありがとうございますみたいな感じで、なんかねすごい前向きに迎え入れてくれる感じがいいですね。素晴らしい。その人の温かさもねおすすめポイントかなと思います。ここのパティスリーフルールっていうとこもそれなりに評判のいいケーキ屋さん、カフェみたいですよ。この辺まで来るともうちょっと温泉街って感じ。バーとかもありますね。湯田温泉の由来とか書いてますね。紹介していただいたカフェ、僕が泊まってたとこにあるじゃないですか。同じところが経営してんのかな。せっかくね紹介していただいたんで、ここ行こうかな。ここですね、おしゃれな感じ。ここでちょっとねお風呂上がりなんで、なんかアイスとかないんかな。グルメドッグ、これなんかチェーン店なんかな。ちょっとチェーン店っぽいな。それだとさっきのケーキ屋さんの方がいいかもしれないな。さっきの店に行こうかな。ここもいいですけどね。ここもなんか洗練されていいですけど、さっきのケーキ屋さんの方がなんとなく良さそうやな。観光には良さそう。こんな通りもあるんですね。帰りはここ通ってみましょう。ここ行こう。アイスクリームのマークついてるやん。お風呂上がりやからアイスも食べたかったしな。よし、これにしよう。これこの白いおしゃれっぽい。これキツネの気持ち。1個だけ余ってるじゃないですか。じゃあこれにします。これ気になるな。可愛いですよ。映える。じゃあこれにします。はい。お好きな席でお待ちください。はい。おしゃれ。アップルソーダとキツネの気持ち、キツネをイメージしたケーキです。でカシスのねソーダフロートみたいに頼んだんですけど、ちょっとカシスを切らしているとのことで違うものに変えました。アイス食べたかったな。ちょっとこんなところにねこんな置物があるから、これ食べたくなるな。これでもスジャータなんですよね。でうまいんですよ。スジャータのアイスうまいんですけど、別にどこでも食べれるから旅行 YouTube としてはちょっと微妙かなと思って今日やめときます。めっちゃ食べたいけどな。でこっちですね。アイスではないですけどね。なんとここのお店はキツネの気持ちを分かってるんですね。ちょっと飲み物だけ。温泉あてやかうめえ。そしてキツネの気持ちになりたいと思います。めっちゃふわふわやん。ふわふわで、こんなおっさんでも美味しく感じる自然な甘み。
美味しいのか。きつねだけにね、コンコン。お客さんはくるくる。全然うまくないな。このケーキはうまいけど、僕のちょっと肩よりうまくないな今回。きつねにつままれたような話やな。今すごいこと思いついてしまったな。白ぎつねでね有名なのに、白ぎつねうどんとかないんかな。きつねうどんであるじゃないですか。なんか白い揚げとかで白いきつねうどんとかないんか。実はもうあるんか。盗んだらダメですよそのアイデア。それやりたい場合は僕の連絡ください。コンサル入ります。ここからも湯気が出てますね。さすが温泉地。こっち通っていこう。湯の花通り。あそこもなんか足湯がある気がする。あそこでちょっと買ったやつ食べようかな。おお、ここも足湯あるじゃないですか。めっちゃいい。10時から10時まで使える。あっちにも足湯ある。いいっすね。足湯が豊富。ここにもある。ここで足湯入りながら、あったか、買った。食べましょう。忘れてたわこれ。友達からめっちゃこれうまいと。で山口でしか買えない。こうしろ。いただきます。うまっ。めちゃくちゃうまいこれ。ウィローとなんか似てるって思ったけど全然違うわ。なんか餅に近い。で甘さもなんかちょうどいいぐらい。もうちょっとこっち買って帰ろうかな。これぐらいうまい。それにしても気軽に足湯できるっていいっすね。うまっ。これこういうね水泳とかで使えるタオル持っておくと便利です。海とか入ったら便利だ。足拭いてももうちょっとこう絞ったら乾くんで、絞るまでもなかったです。めっちゃ吸収してくれます。あそこに足湯の効果って書いてますね。足湯は心臓に負担をかけずに入浴と同じ効果を上げることができます。血の流れの折り返し地点である足を温めることで体が芯から温まり血行良くなります。免疫機能もアップすると。山口県立大学が湯田温泉で行った実験によると、お湯に足をつけた後採血をして血液の状態を調べると、がん細胞を殺す作用のある NK 細胞の活性度が増加したと。足湯は体の免疫力をアップさせる力があると言います。素晴らしいですね。足湯どんどんやっていきましょう。美味しいもん食べていい景色見て、そしてがん細胞までなくなっていくんすか。まさに旅は自己投資やん。ここは手湯ですね。手を温める。撮影していると手が寒くなります。あったか。この辺に山口観光和菓子体験カフェっていうのがあるんですけどね、ちょっとねもう閉まってしまってるんですが、一応なんかありますっていうことだけでもお伝えしようと思ったんですけど、どこなんやろ。全然見当たらんな。この辺のはず。ここかな。老脇ってなってるけど、もしかしたらこっかもしれないですね。ここっすね。老脇じゃねえよ、ラワクでした。3時まででしたね。ここも結構評価高いですよ。評価高くて抹茶と和菓子とかいただけるとのことで、見逃しますねこれは。駅からすぐですね。駅がもう見えてます。向こうにちょっと見逃すところでしたけど、見逃すところというか見逃してました。行きたかったな。靴
さあ戻ってきました。5時21分の電車で帰りたいと思います。あ、ポストもキツネになってる。うどん屋さんもありますね。前にこんな面白いなカフェもあるんですね。行きそびれた。結構いろいろあるな。この SL は春先から秋にかけての週末を中心に1日往復する観光列車なんですね。山口七夕提灯祭りとか8月6と7の両日やってるみたいですね。で、桜の季節には桜の到着します。ご注意ください。あっという間に新山口まで戻ってきました。新幹線乗る前に一杯やってから終わりたいと思います、この旅を。さあ、磯部っていうところに行こうかな。ちょっと何か所かねいいなと思うとこあったんですけど、多分何軒も行けないんで1軒だけかな行く感じにします。水曜日なんで入れると思うんですけどね。この辺もなんか良さそうですね。あれですね、磯部、ここ良さそうなんでここ行きたいと思います。満席ではないと思うんですけどね。アジフライがなんか名物で美味しいって、ここ入ろう。ジコンとか置いてる。伊勢で飲みましたね、ジコン。なんと予約の人でいっぱいらしいっす。なんてこった。平日やから行けると思ったのに無念です。今日そうか、水曜日って会社早く終わる人もいるんか。今ってもうそんなんないんか。ずっと残業なしっていうお店も良さそうやな。ここにしようかな。いけるかな。なんとここもいっぱいでした。マジっすか。水曜日やろ。想定外やな。良さそうやったのにな。時間ずらした方が良かったかな。まあ他にも店ありそうなのでちょっと探してみます。ちょっとまだオープンしてないんですけど6時からかな。ここっすね。バリアスキッチン黒。ここも良さそうですね。ただ6時からってなったら8分やのに全然開く気配ないな。水曜日定休日やんけ。無念すぎるな。おいおい、まさかもう予想はしなかったぞ、こんな展開。いやーマジでちょっと普通のお店に入ってもな、開いてるかな。ふるさと開いてなさそうな気がするけど、一番最初にチェックしてたとこっすね。なんか移転したお店らしいですけどね、人気店。開いてるかな。こんな感じのメニューになってますね。山口らしいものがいっぱいありそうです。生ビール来ました。はい、温泉入った後飲みたかった。お通しもうまそう。ではいただきます。うまっ。これはいい店やぞ。
ちゃくちゃキンキンに冷えてる。最高やな。曲もねミッシルかかってるんでね、分かってるな。刺身の盛り合わせですね。結構変わった感じ。サーモン、アナゴ、ヒラメ、サワラのわら焼きと、あとミル貝、カマスの炙り、タラの白子です。ありがとうございで、ます。わさびです。はい、ありがとうございます。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 めっちゃうまそう。めちゃくちゃうまい。うわー、これはこだわってるの感じるわ。サーモンとかやば。薄っぴやねん。めちゃくちゃ濃厚やな。至高すぎる。これが本物のジェシー。ミル貝。マジでいいもん使ってるっていうのが分かる。ミスチル好きそうなね、なんかオーナーの方がほんまにちゃんと仕切ってすごいこだわり持ってるんだなっていうのを感じますね。刺身マジでうまい。アナゴ。アナゴコリッコリやな。決してね全てがボリューミーじゃないですけど、一つ一つなんかこじんまりしてるんですけど、味にこだわってる感じですね。まさに大人にぴったり。スープの道へ行ってきます。これはツーブへのファーストクラスやな。うますぎる。レベル高い。長州鶏のレバー串と初串ですね。レバーいただきますよ。これ初。福岡の旅で食べたハツも美味しかったけど、ここのハツもうまいな。これはつくねですね。黄金比鶏つくね。温玉と一緒に混ぜるといいみたいですね。うわうわうわ、これはやばい。つくねの歯ごたえとこの温玉とのハーモニーがやば。最高すぎる。新幹線の時間迫ってるんで乗り遅れないようにしてないと。僕もね一応小さな会社をね経営者してるんで、こういう店来たらその店長とかね経営者の方の動きをよく見るんですけど、それですごいこだわってるなとか、なんかね本当に結構厳しくやってるんですけど、お客さんにそれをこう見せないように努力してる姿とかよく見えるんで素晴らしいです。東京岩国の酒ですね。マジでずっとミッシルかかってます。最高かよ。流せないですけどね YouTube 的に。長州鶏の砂ずりのユッケです。こんなん食べたことない。砂ずりのユッケと初めて食べた。普通にジンジャーハイ頼みました。唐揚げがなんか美味しいってねレビューにめっちゃ書いてたんで唐揚げ食べました。レビュー大事ですね。はい、こちら鶏の唐揚げになります。本当にこの店はねボリュームが多いってわけじゃないんですけど、味が洗練されてる商品が多いですね。この唐揚げに合わせるためにハイボールにしました。長州鶏うまいね。
調子に乗るうまさやな。調子だけ。もううますぎてブチ切れるわほんま。切れてないし。切れてないし。こんなしょうもないことを一人で喋れるのも酔っ払わないと無理ですね。これにて山口の旅を締めくくりたいと思います。最高でした。いやー素晴らしい店でしたね。決してお安いお店ではないですが、もう価値のある店だったと思います。駅前にこういう店があるって珍しいですね。ちょっとお土産見て帰りますかね。いや最高の旅でしたね。山口やっぱ最高ですね。定期的に行きたくなるそんな場所です。穴場ですね。新幹線のでいつでも時間変更できるのがいいですね。この辺は飛行機より柔軟性があっていいです。ありがとうございます。お土産屋さんあるな。お土産屋さんっていうかセブンイレブンです。フグ関係が多いな。あ、瓦そばもある。ダッサイも東四郎は売ってないんよ、ここには。ゲローっていうのは売ってるな。また違うよね。さあ来ましたね。本当に最高の旅でした。1泊2日とは思えないぐらいめちゃくちゃ充実してます。最高でした。湯田温泉で食べなかった新幹線でスジャータいただきます。いやー今回も最高の旅になりましたね。いかがでしたでしょうか。山口市旅行ニューヨークタイムズ紙にね選ばれたんで、どんなところかなと思ったんですけども、さすがニューヨークタイムズ紙、いいところに目をつけるなと思いました。大人の穴場旅行先であるうちに皆様にも行ってほしいなと思いました。今ならまだ間に合うと思います。そして湯田温泉も泉質最高でぜひ体験してほしいです。このような動画をもっと出してほしいと思ったらぜひいいねコメントお願いいたします。メンバーシップではここでは言えないこの旅の裏話だったりとか近況報告など毎週公開させていただいております。ぜひご参加お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入るやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。